はい、というわけで皆さんどうもこんにちは、オックスアウトでございます。今日はですね、このカメラ、DJI アクション5 Pro を紹介していきたいなと思います。でちょっと前に Vlog はね、この Osmo Pocket 3がうちのチャンネルのねサブカメラとしては最適なんじゃねっていう動画を出したんだけど、いやーこのねアクション5 Pro も使ってみるとなかなか Osmo Pocket 3のねなんか苦手とする部分はだいたいこっちの方がやっぱり強いと。今日はねいろいろと、このアクション5 Pro の、見どころいいところをご紹介していきたいなと思います。じゃあやっていきましょう。やっていくぞ。よしじゃあまず最初にこのアクション5 Pro のスペックの紹介からなんですけど、最新世代の 1.3 分の1インチのイメージセンサーを搭載していて、ミラーレスカメラ並みの 13.5 ストップのすごくね広いダイナミックレンジで撮影することができます。でレンズは視野角が155度で、一番広い画角で 35mm 換算だいたい 9mm、 歪み補正とか電子手ブレ補正のいろんな組み合わせのパターンによって結構画角はいろいろ変わるんですけど、僕が一番よく使う組み合わせで 35mm 換算だいたい 17mm での撮影ができます。で撮影モードもねいろいろあって、動画モードでは最大 4K60fps で HDR の映像や10ビットでログとか HLG の撮影ができて、スローモードでは 1080p で240fps、4K では 120fps での撮影が可能になってます。スーパーナイトモードは暗い場所でも AI の処理でノイズを抑えて撮影することができたり、他にもタイムラプスだったり9対16にクロップして被写体を追いかける、被写体トラッキングとか、あとは静止画なら40メガピクセルでの撮影が可能となってます。そしてこのアクション5 Pro はなんと 64GB の内部ストレージがあるので、 4K24fps では最大2時間もマイクロ SD カードを挿さなくても撮影することができるので、これはねめちゃくちゃ便利ですね。で前後には OLED ディスプレイが搭載されていて、背面ディスプレイは最大輝度が1002度と屋外でもめちゃくちゃ見やすいです。でこのね両面のディスプレイともにタッチ操作に対応していて、そのね反応速度っていうのもね非常に良好です。でこのねバッテリー1台でなんと4時間も動作して、さらにこっちのバッテリーケースを使えばこの3つのバッテリーを同時に充電できるだけじゃなくて、これ自体が一つのね大きなバッテリーとして、例えばスマホなんかを充電したりなんかもできます。でこの内蔵マイクは風切り音がすごく抑えられていて、ノイズも少なくすごくねクリアな印象でした。実際にねこれが内蔵マイクの音声になります。でこっちが、アクション5 Pro の内蔵マイクの音声になります。だいぶねこっちも音質いいんじゃないかなと思うんですけど、2人いてもねどうですか、どうですか、聞こえますかでこのね DJI Mic 2を直接ワイヤレスでこのアクション5 Pro に最大同時で2台接続することができるので、Vlog とかの撮影でカメラから離れてもね非常にクリアな音声を記録することができます。これが今 DJI Mic 2をつけた音声です。皆さんどうもこんにちは。やっぱりねワイヤレスで簡単に接続できるのはすごい便利で、そしてアクションカメラなので、手ブレ補正の安定度はめちゃくちゃ高いです。複数のパターンから選べるんですけど、最大プラスマイナス45度まで傾けても水平を保ってくれるホライゾンバランスだったり、 2.7K ではねカメラを360度回しても水平を保ってくれるホライゾンステディも使用することができます。で当然ねアクションカメラなのですごくね堅牢なボディになっていて、水深は最大20メートルまで潜ることができます。他にもウェブカメラとして使用できたり、映像を外部出力できたり、あとはライブ配信とかタイムコード同期など、ほんとねいろいろな機能があって全部はちょっと紹介しきれないんですけど、間違いなくねこいつはプロというだけあって、僕がねこれまで使ってきたどのアクションカメラよりも機能が充実してるっていうことは間違いないと思います。
じゃあね、しばらく使ってみてどうだったかというと、使い方にもよるとは思うんですけど、こっちのね、Osmo Pocket 3が苦手としていた部分は、だいたいAction 5 Pro の方に強みがありました。例えば、Osmo Pocket 3のジンバル付きカメラは、非常にね、滑らかな映像が撮れるんですけど、でもやっぱりこうやってね、手で持ってカメラが向いてる方向をコントロールする必要があるので、例えば、こうチェストとかカメラバッグにマウントした POV の撮影だったり、あとは自転車にね、こうマウントするみたいな使い方ってなると、やっぱりね、それはアクションカメラの方が向いてますね。こうしばらく使ってると気がついたら、こうカメラがね、センターじゃなくてちょっと斜め上を見てたりなんていうこともあるんですよね。で、カメラ系の人だとね、こんな感じで Osmo Pocket 3をカメラの上にマウントして、写真も撮りながら同時に動画も撮っておくなんてね、使い方をしてる人、これ結構いると思うんですけど、これはね、確かに便利で、僕もね、何度かやったんですけど、ポートレート撮影の場合は、アクティブトラックが使えるんですけど、それでも一度こうカメラをふーっつって下ろしちゃうと、アクティブトラックは外れてしまうので、やっぱりね、そういった使い方ではカメラの向いている方向が固定されているアクション5 Pro の方が使い勝手はね、良かったです。また、このね、手ブレ補正をホライゾンバランシングにすれば、カメラをこう縦横どっちに構えて写真なり動画なりを撮ってたとしても、ちゃんとね、水平を保ってくれるので、あと、カメラの上に乗せて撮影する場合は、まず間違いなく Osmo Action 5の方が使いやすかったです。ただやっぱり画質面に関しては、1インチのセンサーを搭載している Osmo Pocket 3の方が、ダイナミックレンジを含めて有利ではあります。このね、Action 5 Pro も、1.3 分の1インチのセンサーで、なおかつ、電子手ブレ補正でね、かなりクロップされているっていうことを考えれば、こうやって比較してみてもね、十分綺麗っていうことがね、わかるんじゃないかなと思います。Osmo Pocket 3の方が被写界深度が浅いので、背景はね、ボケてますけど、Action 5 Pro の方は背景の木の葉っぱとかを見てもかなりね、シャープに映ってるのがわかると思います。で、1.3 分の1インチのセンサーといえば、大体ね、最新のスマートフォンのメインカメラに搭載されているのと、同等クラスになるんですけど、画像処理がスマートフォンよりもすごくね、自然で、なおかつ10ビットのログで撮影すれば、グレーディングをしてね、しっかりとこんな感じにね、シネマチックなルックに仕上げるっていうこともね、できちゃいます。で、今回ね、この Action 5 Pro で Vlog を撮るのに、この DJI のね、純正グリップを使ったんですけど、これがね、ほんとめちゃくちゃ良くて、このグリップ自体にもバッテリーが搭載されているので、外部電源として使うこともできるし、なおかつ、レックとかね、その辺の操作も全部できちゃうんですよ。有線接続っていうのはちょっと手間なので、ぜひね、なんかこう、次回のモデルとかは、こうやってね、アタッチするだけで、充電とか、通信とか全部できるようにしてほしいなとは思うんですけど、でもこれがあるのとないのだと全然違いましたね、やっぱり。こうしちゃえば、Osmo Pocket 3にその操作感っていうのはかなり近づくし、マイク2と組み合わせれば、僕らみたいに2人でね、Vlog を撮る場合は、画角が広い分、むしろね、この Action 5 Pro の方が、撮りやすいかなって思う場面も結構ありました。正直に言うと、リコさんはこの Osmo Pocket 3よりも Action 5 Pro の方が Vlog の撮影はしやすいって言ってました。こっちよりもこれの方が何だったの、なんか楽だった。多分あれじゃない？単純にそのジンバル制御が全く必要ないから、撮るのが簡単なのはやっぱりね、こっちのアクション5 Pro の方だと思う。手で向けた方向を確実にこうカメラが向いてるっていうのが、撮りやすさにつながってるのかなと思います。あとはね、やっぱりこうやって手に持って使うことを前提としている Osmo Pocket 3よりも、クリエイティブな使い方はこっちの Action 5 Pro の方が向いてると思いましたね。それこそ冷蔵庫に放り込んでもいいし、トースターの中に放り込んでもいいし、天井に貼り付けようが、水をぶっかけようが、カメラにね、取り付けてよくある、こういったね、ロックオンショットとか、あとはチャリに取り付けてすごくこう、ローアングルで撮ってみるとか、やっぱこれミラーレスカメラで撮影するってなると、なかなか大変というか不可能というか、面白いね、アングルを思いついても、物理的にこのサイズ、この軽さ、この堅牢性がなきゃ、撮れないっていうね、シーンもたくさんあると思うので、
そういったやっぱクリエイティブな使い方をするなら、このアクション5 Pro の方が向いてるかなと思いました。ちなみにOsmo Pocket 3がダメって言ってるわけじゃないですよ。どっちの方がなんか自分にとって向いてるんだろうっていう風に悩んでる方に、僕なりのアドバイスをすると、まずね、こういったミラーレスカメラでVlog を撮るのがちょっとなかなかしんどいと。これをリプレイスしたいっていうことであれば、間違いなくこのね、Osmo Action 3の方がOsmo Pocket 3の方が向いてるとは思います。もちろんね、Vlog 以外にも使おうと思えば使えるんですけれども、そこはただ使い勝手の問題で言うと、この Action 5 Pro にどうしても軍配が上がってしまうので、なので Action 5 Pro はどっちかっていうと、メインのカメラはこのミラーレスカメラでいいと。で、こいつで撮れないような、撮影がしたいということであれば、サブとしてこっちのね、アクション5 Pro の方が向いてるんじゃないかなというふうに思いました。このアクション5 Pro も決してね、画質が悪いっていうわけじゃなくて、こっちと比べて、どっちの方がいいのって言ったら、この Osmo Pocket 3の方がいいよっていう話であって、正直このね、アクション5 Pro の画質自体は、僕はね、個人的にはかなりね、びっくりしました。こんな綺麗に撮れるのかと。ちょっとね、グレーディングテクニックとかに自信のある方だったら、十分これだけでね、シネマティックな映像とかが撮れちゃうんじゃないかなというふうに思いましたね。はい。というわけでね、本日はこの DJI Action 5 Pro の紹介でございました。いや、このね、Osmo Pocket 3と、どっちがいいかなって悩んでる方、結構いたと思うので、そういった方のね、参考になれば幸いでございます。ということで、それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。ピース。